大口開けていったダッキマス、ザトウクジラのお食事風景に密着してみた。酒を皮ごと食うわいやん。すげえ。妖怪おるやん。草。激流でも笑うよユースコ。これ好き。プランクトンを横取りする不届き者を制裁しただけやぞ。欲張りやな。ワイらがサンマ食えなくなった理由これやろ。逃げれてる奴もいれば自分から入りに行ってる奴もおって草。クジラさん大爆発。臭そう。カバとクジラが禁煙ってなんか不思議な感じよな。まあ口の開け方とかはなんか似てる気がする。人間も何千万年も続けば生物として別物になっていくんか？黒人とかじゃなく根本的に。クジカスやすやで草。クジラってこうやって寝るんか。知らんかった。またいらない知識が増えてしまった。ちなみにシロナガスクジラの寿命は90歳や、お前らより長生きやで。わからんぞ。いつからわしが80代だと勘違いしておった。99歳の南ジェイミン現る。近い近い。ヨットで単独世界一周してる時にこれ見たら死んだと思うだろうな。クジラが呼吸しようと海面に近づいたところにシャチが襲いかかって窒息させるって聞いてほんま強すぎやろと思ったわ。深海からこんなのが登ってくるの怖すぎるわ。ほんとこういう海とクジラの映像怖い。でも見ちゃう。シンプルにでっかい生き物ってリスペクトしたくなっちゃう。クジラはシロナガスクジラとマッコウクジラとその他クジラの3種類しかおらん。その他ってくくり雑すぎん。全長120メートルの超巨大な紐のような生物が深海で発見される。全長がシロナガスクジラを超えて最長になる可能性のある巨大な紐のような生き物が、深海探査により発見されました。この紐は大型のクダクラゲの一種であるアポールミアとのこと。一見すると一つの生物のようですが、実は無数の個体が連なってこの形状をしているそうです。しかし、アポールミアは単に群れて集まっているだけではありません。単一の受精卵から生まれたアポールミアの各個体は、神経毒のある触手を広げる個体、獲物を消化する個体、移動のために海水を噴出する個体、精子や卵子を生成して生殖する個体、などの役割分担を行い、さながら一つの生物のように高度に体を融合せています。エヴァで見た。リヴァイアさん細。無数の個体が繋がってるなら最長というのはずるくね。テレビ版で綾波を葬った人だな。子供が描いた絵みたい。誰のケツから出たやつだよ。すげえな。合体ロボじゃん。一個体ずつが機関として機能してるのすごいな。俺が落とした蝶だわ。クジラのサナダムシじゃないのか。クジラさん、想像以上に魚を乱獲しまくってた。生態系ぶっ壊れるやろこんなん。あのでかい体維持するのは大変なんやしゃあない。クジラはプランクトンしか食べないと信じる人。しかもクジラが増えてアニサキスも今増えてる。クジラ絶滅したら魚増えすぎるのか。生態は唯一シャチが恐れるからな。子供は狙われるけど。言うてクジラが食うのって小魚やろ？あいつらなんであんなコスパ悪そうなもん食ってるんや。マグロ食えマグロ。人間は他にも色々食うけどクジラは海洋生物しか食わないからそらそうよな。でもクジラには知能があるから。クジラに食われた魚ってクジラの胃酸で溶けていって死ぬんか？死因は酸欠やで。そうなんや。酸よりは楽そうやな。やだ。担当かな？チナシャチはクジラ殺した後舌だけ食べて後捨てるらしい。捕鯨反対ってどんな理由でやってるん？かわいそうとか乱獲だとか言ってる。知能があるからダメ。頭がいいから嘘みたいな本当の話や。52Hz のクジラと海ウロマン。52Hz のクジラは、正体不明の種のクジラの個体である。その個体は非常に珍しい 52Hz の周波数でなく、このクジラと最も似た回遊パターンを持つシロナガスクジラやナガスクジラと比べて、52Hz ははるかに高い周波数である。このクジラはおそらくこの周波数で鳴く世界で唯一の個体であり、その鳴き声は1980年代から様々な場所で定期的に検出されてきた。
世界で最も孤独なクジラとされる。にゃぜ。なんかかっこいいな。海の魔物だの伝説いっぱいあるけどほぼクジラよな正体は。誰とも話が通じず誰からも返信をもらえないクジラ丸でお前ら。ジャイアンみたいなやつなのか。うさんくさいな。この一匹に何かあって交信が途絶えたら、交信相手の宇宙人が強力な電波を放つ探査線を送ってきて地球は滅亡するぞ。ひえ。やばすぎて草。うまそうに食ってて草。撮影者も怖いだろこれ。海やからおしっこちびっても大丈夫やな。イワシボールってやつやっけ。全部逃げられてね。水深3000メートルで2時間活動できるマッコウクジラとかいう化け物。どんな意味わからん進化しとんねん。はい潰れないのクジラ。胸郭曲げて肺を折りたたみます。マッコウクジラは3000メートルやと90分くらいが限界やで、南ゾウアザラシは1700で2時間とか3000で2時間いける。赤棒クジラが潜水王や。潜水王の称号とか、かっこいい。クジラ博士おるやん。愛護団体、ちまる子に電流流す音をクジラの叫び声と間違える。実際はチマルコにアルミホイル巻いてコンセントで100ボルト流した時のおっさんの絶叫。ひえ。おー、白心。クジラをなんだと思ってるんだとかいう畜生煽り。草。その前におっさんを泣かしたんだよな。ほんまにクジラっぽくて草。笑いすぎてお腹痛くなった。チマルポ放電絶叫と思わせないクジラさんサイドにも責任がある。バチバチマンやんけ。こいつ自体はネタやゾマジやと受け取っとるやつも他にはおるが。おっさんの断末魔の叫びに涙を流してくれる成人がまだおったんやね。秘宝、漁師桜エビがいっぱい取れる。取れるだけ取ったろ。去年の44倍取りました。こいつらバカしかいないのか？年々相場上がってて草。そりゃ不良にもなるわな。これは草。いつも通りやったら取れちゃったんやろ。いつも通りにやらないようにブレーキかける調査が必要やねんな。取れる時に取っておかないとダメやろがい。かたくなに上限枠設けないお上が悪いわ。漁師はお互い競争してるんやからそら取りまくるでしょ。プランクトンの量が決まってるからイワシが大量に取れるとサンマが激減する。イワシ減らせばサンマが増えるんやで。何かが激減したから桜エビが大量に取れた。44倍安くなる必要はないけど。10分の1くらいは安くなってほしいよね。まあ半額がせいぜいだろうけど。イルカ30頭海岸に打ち上げられる。一体何が？磁場が狂った？こいつらいっつも打ち上げられてんな。群れで迷い込んだか。何を調べますか？お前消す方法。おかしい。何かのメッセージだ。そろそろ来るか。あそこら辺地引き網するとサメはたまにかかるけどイルカは見たことねえな。後で美味しくいただくのか。何回トラフ始まるぞ。イルカって肺呼吸なのに陸に上がると死んじゃうん？自ら上がると自らの重量で内臓を圧迫しちゃうから、肺にうまく空気が出し入れできずに弱る。打ち上げられたマンボウの顔。寝起きのワイヤン。口臭そう。絶望しながら死んでそう。グエー診断を。二日酔いのワイ。キングクリムゾンの上のやつじゃん。赤マンボウはうまいらしいが普通のマンボウもうまいんか？イカみたいに淡白な味で。食感はネチョネチョして。後味には臭みがある。赤マンボウはマンボウとは関係ない魚やぞ。クジラ、ちょっと怖い。死ぬ前に一度拝んでみたい。怖い。思った以上にでかいな。船避けていくの偉い。こいつ生で見てみたい。白長スは未だに生態わかってないからな。海洋調査の仕事してた時、小さい船でマッコウとこんな風に交差したことは何度かあるわ。怒り上げる時に餌と勘違いしたサメに飛びかかられたのも。クジラってあの身体維持できるほど魚食えてるんか？群れでも食らい尽くすから生態系すら変えるぞこいつら。
マッコウクジラてイカとかもりもり食うから人もパクーて言ってまうんちゃう？サメより怖いやろ。シロナガスクジラくらい大きければガチで胃袋の中で1日くらいキャンプできるんじゃね。ピノキオやん。胃袋こんなんやぞ。臭そう。隙間ないやんけ。びっちり入っとる。昔クジラが陸上にいたと思うと胸熱やな。固形類のバシロサウルスかっこいいよね。復元間違えてんじゃねえかな。もっとクジラっぽかったりして。頭にメロン体を獲得する前の時代やし顔も丸くはならんのやろうな。待って、海底にもダンゴムシみたいなやついるの？怖い無理なんか大きいし。グソクムシじゃん。一時期流行っててテレビにもめっちゃ出てたじゃん。さかなクンが番組で素揚げ食べてたぞ。大グソクムシだよ。どこかの水族館のグソクムシタンが何日も食事取らなくて心配。ってテレビで見た。数日じゃなくて数年よ。これもお祭りだろ。細長いやつが怖い。水族館で数年絶食してて話題になったのはダイオウグソクムシ。素揚げで食べられてるのはオオグソクムシな。水族館にクソヤバいサメいた。目が決まってるぜ。人間、グー。徐々にこんなやついたよな。でもサメなんてシャチさんにかかればワンパンなんでしょ？昔のマリリン・マンソンこんな感じ。実は穏やかそう。こいつ何ザメ？教えてくれメンス。シロワニってサメ。おとなしいから一緒に泳げるサメだよ。俺がこの前取った目がヤバい魚も見て。ブチギレすぎだろ。しばき倒すぞこのクソガキが。とか言いそう。ディズニーアニメか？水族館でキモい魚眺めるの楽しいよな。ホウジロザメに襲われる瞬間、撮影される。やばすぎて草。でっか。CG 定期。うわ。シャチのおやつ定期。なんジェイミンやん。でかすぎー。シャチンわら。結構でかいスズキ、見つかる。でかい。旗やろ。マグロ定期。遠近法やん。赤マンボウってやつやな。すげえ模様やな。あかんこういうの無理や海洋恐怖症。これじゃあスズキングじゃねえか。かすり旗定期。遭遇したらちびりそう。でかすぎんだろ。ロウホウクジラの潮吹き、とてもエッチ。鼻水やろが。鼻定期。ふーんエッチじゃん。ガチで怖い。海のでかい動物無理すぎる。イルカやシャチは可愛いのにな。やばいのはクジラだけや。あそこにチンチン入れたらどうなるんや？ガバガバやろな。尿道に塩が入ってくる。頭の上に鼻が移動するって生物ってすげえよな。キモい魚、見つかる。こっちみんな。どうせフリュウオの仲間やろ。そんなん浅瀬にもおるわ。バッチリ二重やんけ。なんか笑た。グーかわいい。目、4つあるやん。靴底定期。謎のクラゲ春。でかすぎやろ。かっこいい。怖い。絡みつかれたい。絶対地球外生命体やん。怖い。何考えてるかわからん。本当に見たことねえなこれ。脳みそないってマジ？シルバーブルーメやん。キモい。赤い中どうなっとるんやろ。メトロイド。